おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回使用するのは新しく実装された丈太郎6部バージョン。ヘビーな戦いになりそうだ。ジョリーン、ウェザーと続き第6部の丈太郎も参戦。3部丈太郎よりもパワーでは劣るが、リーチや優秀なスキルで戦う技巧派近距離タイプ。通常攻撃の火力は標準値だが普通の近距離タイプよりもわずかに攻撃リーチが長い。他のわずかに長いキャラと比較すると嫌い上ウェザー以下の攻撃リーチ。超リーチキャラにはさすがに及ばないが、それでも射程の短い相手を一回り長い射程で攻撃できるし逃げる相手も捉えやすい。次に構えを取って相手の攻撃をガードするブロッキングラッシュ。3部丈太郎のものより長く構えを取れて強固な守りを展開できる。ただしガード時の精神力回復量は少ないため、攻撃に利用するためには精神力の管理がより重要となる。次に攻撃した敵にマーカーをつけ、残り体力と位置を表示できる注意深き観察眼。マーカーは障害物越しでも見えるため、屋内線でも相手の正確な位置を掴んで攻めるルートを選択できる。ただしブチャラティのダイブやリゾットの透明化といった姿を隠すスキルを使用されると解除される。ペア戦では相方にも表示されるため、敵の体力を瞬時に共有することでより効率的な連携もできる。アルティメットスキルは時を止めるスタープラチナザワールド。なんとゲーム中最大2回使用可能で、レベル4の段階から 1.75 秒時を止めることができる。ただし従来の時止めとは違い発動時に精神力を大幅に消耗する。とは言ってもスタンドオンの自動回復を使えば5発は殴れる。先制で使って相手を削るもよし、スキルで相手の消耗具合を把握して確実に仕留められる場面で使うもよしと十分すぎるほど強力。それでは本編行ってみよう。やるからに手加減をなしで。6部丈太郎を1日使った印象としては、少々のパワーと引き換えに戦闘の幅が格段に広がったハイスタンダードキャラ。一回り長い攻撃リーチで射程の短い相手に先制が取りやすく、近接戦になってもブロッキングでトップクラスの強さを発揮する。さらに一発でもダメージを与えれば相手の体力や位置が丸分かりになるため、押し引きの判断がしやすくスペック以上に有利に立ち回ることができる。さらにペア戦では相方とも共有できるためペア戦適性も非常に高い。時止めも精神力の消耗があるとはいえ、レベル4から解放で最大2回使えるというのは相当に強い。3部丈太郎もトップクラスに強いがこちらの方は行動の幅が広い分対応できるキャラも多く、扱いもそれほど難しくないので非常に強いキャラだろう。さて開幕は十分すぎるほどダービーの資格をかれたな。君、一人か。キラークイーンの能力はもう把握している。川尻になりすます暇は与えないぜ。キラークイーンなんだと。このまま終わらせてもらうぜ。スキラに対して攻撃射程はこちらの方がわずかに上。さらに攻撃を当てれば体力状況がわかるためどのくらい追撃を入れればいいかがすぐさま判断できる。所詮お前もただの人間。時の流れには抗えんということだ。ふん。お前をぶちのめすだけのパワーは残っているぜ。ディオ。今度はノーマルディオ様か。3部丈太郎の時もそうだがこっちも相変わらず対面では有利。しかしせっかく2回時止めが使えるんだ。試しに一発。スタープラチザワールド。さすがに時止めを返しては来ないか。惜しい。仕留め損なったか。しかし精神力を使い果たしても後隙はスタンドオンとブロッキングでカバーできることは分かった。追いつくのは無理だが体力がないのははっきりしているので、このまま追いかけ回してなるべく回復する隙を与えないようにしていこう。時止めを見て誰かが詰めてきた。前々からあなたのことは読んでみたいと思ってた。岸辺露伴。簡単に読ませてやるつもりはないぜ。最後の一人は露伴先生か。しかしここはディオ様が最優先だな。回復を集めながら追跡を継続しよう。さて後半戦だ。ディオ様は正面の建物の屋上だ。そして露伴先生が同じ建物に入っていったぞ。ヘブンズドアー。無駄お、ぶつかり出したな。さてそろそろ露伴先生も攻撃しておかないと不利になりそうな地形だな。今度はこちらの建物を陣取る気のようだ。完全に体勢を整える前に仕掛ける。何をやっている。まずいぞ。まずい。
危ねえ。しかし遠隔操作を仕掛けに行っていたのとこちらが急に来たので向こうは操作ミスをしたようだ。露伴先生の体力はわずか40。もう遠隔操作をしているところに一発でも当てれば倒せる。となれば先に倒すべきはジオ様だな。言い残すことはあるか。喋れるうちに聞いておいてやる。丈太郎貴様。やれやれ。逃げ回ってばかりじゃ勝負はつかないぜ。スタープラチナザ・ワールド。今度こそくたばるんだな。さあ残るは瀕死の露伴先生。攻撃射程はこちらが上なので正面から先手を取られることはない。本体はあのエリア際の建物だな。諦めるんだな。結末は予想できなかった。よし、スタンドはまだ鈍ってないようだな。瀕死の露伴先生にとどめを刺して勝利。相手の残り体力を正確に把握できるというのは、後半戦で倒す相手の優先順位を決めやすくて非常に強い。今回手探り状態で時止めの使い方が雑だったけど、スタンドオンの自動回復をしっかり使っていれば手数を増やしてもっと確実に相手を仕留められるな。次はしっかりそれも意識していきたい。それでは次の対戦行ってみよう。やるからには手加減はなしだ。3部と6部の丈太郎を比較してみると一見似ているが、得意な場面や戦法はいくらか異なる。3太郎は無類の近接戦闘能力を誇り、得意な距離に持ち込めばワンチャンスで相手を倒しきれる爆発力がある。一方6太郎は多少火力は落ちたが射程が増加して先手を取りやすく、3太郎よりも強固なブロッキングで間合いを詰めてダメージを刻んでいくキャラだ。他のキャラと違ってあとどれくらいで倒せるかというのもすぐさまわかるため、ダメージを刻んでいく戦い方でもあとどれくらいで倒せるかがわかるのが大きな強み。そしてなんといってもレベル4で停止時間マックスの時止めが解放されるというのが強い。レベルマックスにならずとも他のキャラの時止めに対抗できる上、2回使用を見越して道中厄介な相手に対して使用して排除を狙うという選択肢もある。なので6部丈太郎の多いマッチングではこのように対戦途中に時が止まることが頻発する。ということは向こうは戦闘が激化しているな。まだレベルアップができていないので横槍を入れてチップダッシュを狙いたい。お、ヤドカエルまで振り出したぞ。あそこの黄色い6太郎が巻き込まれてダメージを受けたようだ。ここは何としても追撃を入れてチップを奪いたい。同じタイプのスタンドか。やりづらい相手だ。やってくれたな。やらせねえぞ。叩き壊してやるぜ。食らいすぎたか。何チップが2枚だと？あの6太郎時止めを使った方ではなかったのか。しかしああいう相手を追い詰めて逃がしたくないプラス相手が死なばもろともで反撃してくる場面というのはきつい。距離を取れば逃げられて回復されるし倒せても余計なダメージを食らいがちだ。しかもすぐ後ろからプレイヤーが来ていたのもわかる通り、あれ以上時間をかけていたらチップを取ることすらできなかっただろう。ともかくここは撤退して体力を回復しよう。しかしさっきの戦い悪いことばかりでもない。あの時倒した6太郎がレベル2だったということは先ほど時止めを使ったのは別ということになる。つまりあそこで戦っている6太郎2人は時止めを1発しか持っていない可能性が高い。こちらが確実に勝つのにはあと1手、時止めを2回解放する必要がある。そのためにはあそこで隠れているハイディオ様を倒す。今度は灰も残さねえぞ、ディオ。よし、奇襲成功。今度もレベル2だったか。しかし先ほどのと合わせれば問題ない。さあ残りは2人とも6太郎。ここはポジションを確保して牽制だけしつつ、向こうの2人に戦いを続けてもらおう。さて次のエリア縮小だ。決着は近い。一騎打ちになるまでは防御優先だ。隙を伺っているってところか。面白くなってきたぜ。行くぜ。スタープラチナザ・ワールド。ヘビーすぎる。近すぎる。まだだ。スタープラチナ。限界だな。までか時は動き出す。やれやれ、間に合ったぜ。
というわけで6部丈太郎でした。パワーの代わりにあまりあるほどの特性を得た技巧派近距離タイプキャラ。3部丈太郎と共通している点が多くディアボロほど複雑な操作のキャラでもないため、幅広い層のプレイヤーが活躍できるキャラだろう。ソロ戦でも十二分に強いが便利すぎるパッシブスキルやチップ配分のしやすさなどから、むしろペア戦で本領を発揮するキャラだろうと予想できる。初日でもかなり強さを実感できたが、時止めの使い方をもっと最適化すればさらに伸びそうだ。それではご視聴ありがとうございました。